アンモサ製作所です。今回作成するのは、去年末に海洋堂のアートプラシリーズから発売された、邪神兵をピッカピカに作っていきます。今年はちょうど蛇年ですから、何かの巡り合わせかもしれません。それに今年最初の制作になるので、普段以上に頑張って作ってみました。あと、エングレービングの塗装はいつもと違う方法を取り入れてみました。普段より綺麗に塗装できていると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、海洋堂、アートプラの邪神兵です。片手で持つのはちょっときついぐらいの箱の大きさです。カメラの画角にも入りきらないです。ちょっと近すぎたか。手のひら2つ分ぐらいですね。箱の横には、完成品の写真が載ってます。このメカメカしい胴体がたまらない。反対側は珍しくって、各パーツの造形が載ってます。それでは、内容物の確認をしていきましょう。パッと見た感じは、同じ色のランナーしか見えないです。結構パーツが大きくって、造形もしっかりしてる印象です。あと、ランナーのサイズが皆同じで、並べやすいです。海洋堂さんのプラモデルは初めて制作しますが、他のもこんな感じなんですかね？扱いやすくて良いです。最後に組み立て解説書が入ってます。バンダイの HG のシリーズと同じような感じですね。この邪神兵は、関節などが稼働しないフィギュアですので、組み立ての内容も少なめです。ランナーを重ねるとこんな感じ。結構枚数はある感じですが、パーツが大きいからでしょうね。それでは、作っていきましょう。ちなみに全てのランナーを並べるとこんな感じ。この辺のディテールも細かくて素敵です。見ての通り、ランナーの枚数は多いですが、パーツが大きいので作りやすそうです。それでは素組みしていきます。まずは、ランナー立てに全ての、ランナーを並べて、組み立て解説書を広げて、ニッパー。これで OK。あとは、組み立て解説書を見ながら、淡々と組み立てていきます。このキットは単色だからか、パーツはある程度まとまった位置にあるので、非常に作りやすいと思います。ただ、蛇のような部分は似たパーツが多いので、説明書通りに作るのが良いと思います。素組み中。はい、素組みが終わりました。一応、接着しなくても、なんとか組み立てられました。この状態でも、造形が素晴らしい。このキットの発売を知った時は、すごく嬉しくて予約日をカレンダーにメモしてました。そして実際に組み立てたらこの感じ。この時点で買ってよかったと思います。色塗らなくても、この状態で接着して銅像的に飾っても良いかもしれないです。アンモサは、苦労してでも全塗装しますけどね。分解してしまったので、レビューはこれぐらいで次の工程に行きます。ここでは、合わせ目のチェックをしていきます。上半身としてはあまり合わせ目はないです。お尻と腰にある、スカートの角の部分が別パーツになっているので、ここが合わせ目ができます。あとは後頭部の角も同様に、別パーツなので合わせ目ができます。上半身は、
この4箇所の合わせ目消しをしました。蛇の胴体部分は、すべても中構造なので、すべての合わせ目を消していきます。蛇の胴体は心折れそうです。それでは合わせ目消しのために、各パーツを接着していきます。パーツの接着には瞬間接着剤を使用してます。この段階では、発火してもどうとでもできるし、乾燥が早いのでそうしてます。この蛇の胴体部分の接着では、ほぼ合わせ目の部分のみ接着しました。この辺りのパーツは、パイプやディテールに合わせてパーツが分割されているので、モールドが重なる部分に接着剤を塗布すると、モールドを埋める可能性があるからです。パイプのモールドが崩れたら修正するのも大変ですから。あと、そんなに全面に塗布しなくても、しっかり接着できると思ってます。最近思うのは、接着面は最低限の方が色々早く作業が進むと考えています。瞬間接着剤で、無駄はできないので、合わせ目の上から瞬間接着剤を持っておきます。盛りすぎたら、すぐであれば綿棒で拭き取れるので、結構気楽に作業できてます。こんな感じで他も接着していきます。接着中。接着剤が硬化したら、早速合わせ目消しです。軽い気持ちで合わせ目消ししようって気楽に思ってたんですが、場所的に非常に厳しい。曲面でかつ隅で狭い、そのため小さいスポンジやすりでとも思いましたが、これはこれで、関係ない部分までやすってしまって良くない感じ。そんな感じで悩みながら考えた結果がこちら。リューターのビットの卵型です。これであれば、削る場所が最小限に抑えられるし、それでいてとても早い。いきなり実践は怖かったので、他のジャンクパーツで練習してやってます。コツとしては撫でるようにちょっとずつって感じです。リューターの回転数も高めの方が、アンモサ流行りやすかった。回転数が低いと引っかかって、リューターを持ってかれる感じになりました。一通り接着剤を削ったら、スポンジやすりで整える感じです。こんな方法をおすすめするのはどうかとも思いましたが、こういった細かい部分には、有効かなと思います。興味がある人は試してみてください。ちなみに、蛇の胴体にあるこの合わせ目では効果抜群でした。これのおかげで、めげずにやりきることができたと言っても過言ではないです。合わせ目消し中。合わせ目消しの途中ですが、このパーツは後はめ加工しました。これが内部メカパーツを外装で挟み込むんですが、塗装の際にマスキングが面倒なので内部パーツをカットして加工します。このまま、スポって入ってくれたらいいんですけどね。でも、そうはなってないのでこの辺でカット。あとはひたすらエッチングソーで切っていきます。切れました。最後にはめ込むテストをして完了です。大丈夫そうなのでこれでいきます。引き続き、合わせ目消し中。合わせ目消しも終わって、楽しい塗装の時間なんですがまずは色の選定。モータヘッドのブラックナイトを作成した時に、ピカエースを使用したんですが、発色が良い感じだったので今回も使用します。ブロンズの色を3色と色合わせしてますが、実際塗ってみないとわからないので、これで試し塗りしてみます。ピカエースの塗料はクリアにピカエースを混ぜて作成してます。15ml のクリアに 0.5g ぐらいかな。入れて混ぜるだけです。攪拌は攪拌用のボウルを入れて攪拌機で混ぜてます。メタリック塗装は攪拌も重要だと思うので、しっかり混ざるように入れてます。
攪拌機で混ぜるとこんな感じ。では塗ってみましょう。左から銅鉱、アンティークブロンズ、イエローゴールドです。右2つはピカエースのラスタービビットという種類なんですが、思った以上にパールが強い。というわけで一番左の銅鉱のみを使います。ただ、作例の色はもうちょっと赤いので、クリアレッドを混ぜて赤みをつけました。その他、使用塗料の詳細は概要欄に記載しておきます。では、塗装をしていきます。最近はサフ使ってましたが、今回はサフを使わず塗装します。今回は合わせ目消ししただけで、表面処理はしていないので不要かなと思いました。というわけで、EX ブラックをすべてのパーツの下地として塗装します。そうそう、さっきの試し塗りですが、グレーサフとブラックサフで試してます。結果、ブラックサフの方が良かったので黒下地にしてます。あと、これ編集しながらふと思いましたが、洗浄もしてないです。というわけで、剥離剤も心配ないかもしれません。下地塗装後、最初にメカ部分の塗装をしていきます。塗装の順番は、だいたい一番低いところから順番に塗り分けてます。今回のメカ部分の塗装色は、スターブライトアイアンです。キッラキラ。スターブライトアイアンが乾いたら、次の色を塗るためのマスキングをします。メカ部分の形状は複雑なので、マスキングゾルでマスキング。このパーツのように広い範囲の場合は、一旦、原液のマスキングゾルを大まかに塗ります。その後にちょっと薄めた、マスキングゾルを細い棒で伸ばしながらマスキングしています。マスキングゾルは、薄めて使ってますが、薄すぎてもうまく塗れないので、ちょうど良い感じをスペアボトルに作り置きしてます。塗ってすぐであれば拭き取ることもできますが、結構すぐ乾くので他も一緒にくっついてきて、結局全部剥がして塗り直し。ってこともあります。なので基本的に、全集中で一発塗りです。そうは言っても慣れれば結構、楽なんですけどね。これも結構長くなるので、この辺で省略します。マスキングゾルが乾燥したら、シャンパンゴールドを塗装しました。ここはスターブライトアイアンの上から、塗装してます。そして塗装が乾いたら、ブラシでマスキングを取り除いていきます。カッターで切れない方のマスキングゾルは、ブラシの方が綺麗に取れる気がします。ピンセットとかだと、塗装を傷つけることもあるのでブラシがおすすめかな。これでメカ部分の塗装が終わったので、次は外装です。というわけで、外装の塗装する前にマスキングです。今まではこういった曲線部分でもマスキングゾルを使ってましたが、やっぱり色の変わり目が波打つことが多いので、今回はマスキングテープでマスキングします。今までも 0.3mm とか細いマスキングテープで試しましたが、うまく貼れないんですよね。ということで今回は新兵器のクレープ紙のマスキングテープでチャレンジです。これは思った以上に左右曲がってくれるので、なんとか貼ることができました。今回、ネットで色々調べてて見つけたんですが、こんな良いものがあるなんて知りませんでした。そんな話はさておき、こんな感じで色の切れ目がある部分をマスキング。メカ部分のマスキングが終わって、外装色の塗装です。この色はピカエース銅鉱にクリアレッドを調色して作成しましたが、良い感じになったかなと思います。はい、こんな感じです。肩のアーマーのエングレービングとかは、特に色の切り返しが目立つので、このマスキングテープでマスキング。とても片手では無理で、バイスに固定して両手で貼ります。
ピンセットで引っ張りながら方向を調整しつつ、もう片方の手の棒で貼っていきます。こんな感じ。ちなみに慣れてくるとこのパーツのカーブであれば、片手でもマスキングテープが貼れるようになりました。修行の賜物ですね。マスキングテープのマスキングが終わり、塗り分け近くの部分をマスキングゾルでマスキング。塗り分けの境界はマスキングテープがあるので、お気楽に塗ることができます。マスキング中、スターブライトゴールドを塗装中。結構、マスキング頑張ったんですが、押さえがうまかったのかちょっとはみ出しがありました。まあ、すべて綺麗にとは初めから思ってないので、はみ出た部分は筆で修正。修正は、エアブラシで使ってる希釈したもので修正します。濃いと段差になるので、希釈したものを何回か重ねて塗って修正。細かい塗装ミスを修正中。細かい塗装の修正が終わって、最後にトップコートとしてクリアを塗装します。今回はすべてのパーツに、1回のみ塗装しました。こんな感じ。トップコート中。本体の塗装が終わり、最後に武器の塗装です。塗装に関しては、本体と同じ手順ですが、宝石のような部分は、クリアパーツを付けた方が綺麗なので改造しました。アンモサがよくやるやつです。塗装後、アルミテープを丸く切ったものをクリアパーツを貼る底面につけます。後で剥がれないように、綿棒でしっかり貼り付けておきます。次にクリアの接着剤を塗布。最後に、クリアレッドで塗装したクリアパーツを付けて完成。良い感じじゃないでしょうか。はい、すべてのパーツの塗装が終わりました。それでは組み立てていきます。やっと最後の組み立てです。これまでは瞬間接着剤を使って接着してましたが、最後は流し込み接着剤を使用してます。何より発火して、塗装がぼやけるのは避けたいですから。あと、こちらの方がよく流れるので、こういう時は使いやすいですね。ちょっと接着と関係ないですが、この蛇のような部分のパーツですが、結構各パーツが似ているので、塗装後、組み立て解説書を見ながらでも全然順番がわからず、現物合わせで調べました。一応、塗装前にパーツの内側に、マスキングテープに番号書いたもの貼ったんですが、塗装の時の塗料が付着して読めなくなってました。もし邪神兵を作る際は、何かしらパーツ番号がわかるようにすることをお勧めします。こんな感じで、どんどん組み立てていきます。大まかに組み立て中。はい、だいたい組み上がりました。ピッカピカで良いですね。では、最後の組み立てです。いやー、やっともうすぐ完成です。前回のガンキャノンが完成してすぐに作り始めましたが、月日が経つのは早いですね。お正月は、ほぼプラモデル触れなかったので、多分1ヶ月ぐらいで作れていると思います。何より組み立てるのは簡単ですし、造形もとっても良いので作ってて楽しいです。全塗装はちょっと面倒な部分はありますが、表面処理しなくても、これくらいにはなるので、皆さんにおすすめできるキットです。まだ、Amazon には在庫があるようなので、気になる方は今のうちです。そんな雑談はさておき。はい、完成。どうですか、この造形美。全塗装した甲斐があります。
今まで作成したプラモデルで1、2を争う達成感です。なんとか綺麗にできて、よかったよかった。今回は長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございます。これからもいろんなジャンルで、いろいろ作っていきますので、これからも見に来てくださいね。それでは、さようなら。